断れなくてつい引き受けちゃう。相手に合わせすぎて家に帰るとソファーに倒れ込むくらいぐったり。本当は行きたくないのに気づいたら行くよって返事しちゃってる。そんな経験ありませんか？こんにちは、ミクロミカです。繊細さんでも夢は叶うミクロミカのゆるふわマインドセットでは、繊細なあなたが自分らしく夢への一歩を踏み出すためのヒントをゆるっとお伝えしています。今日のテーマは、繊細さんが人間関係で疲れないための優しい境界線の引き方。これは相手を拒絶するための冷たい壁じゃありません。自分も相手も大切にするための温かい仕切りを作るお話です。なぜ私たちには境界線が必要なのか。まず大前提として、繊細なあなたは人の気持ちを察したり場の空気を読むのがもともとすごく得意なんです。それは素晴らしい才能です。でもその才能が時々自分を苦しめてしまう。相手に合わせすぎて自分を後回しにしてしまうんです。本当は今日は疲れたからゆっくり休みたいなって思っていても、友達に誘われたら無理してでも笑顔で言ってしまう。職場でこれお願いって言われると、断れずに自分の仕事を後回しにしてまで残業してしまう。こういうことが毎日少しずつ積み重なって、気づいた時は心も体もエネルギー切れ。そんなことになっていませんか？今日お話しする境界線を引くっていうのは、相手をシャットアウトすることでは決してありません。むしろ自分を大切にするからこそ、相手とも健やかな関係でいられる。そのために必要なのは、自分を守るためのスキルなんです。じゃあどうして私たちは自分の境界線が曖昧になってしまうんでしょうか？まずはその理由を一緒に整理してみましょう。まず理由1、嫌われるのが怖いから。これが一番大きいかもしれませんね。断ったら冷たい人だと思われるかも、がっかりさせちゃうかもっていう不安な気持ちです。理由2、相手を優先する癖がついてるから。特に小さい頃から我慢しなさい、周りに合わせなさいと言われて育った人は、それが当たり前になっていて、自分を優先することに罪悪感を感じてしまうんです。理由3、自分の本音に気づきにくいから。繊細な人は相手の気持ちをキャッチするアンテナの感度が高すぎて、相手はどうしたいかなっていうことを先に考えてしまう。その結果、自分の本当はどうしたいかという声が聞こえにくくなっちゃうんですよね。この3つが絡み合うと、自分でも気づかないうちに心の中にどんどん人が踏み込んできて、境界線がぐちゃぐちゃになってしまうんです。ではどうすれば優しい境界線を引けるようになるのか、具体的な3つのステップをお話ししますね。まずステップ1、自分の心のサインをキャッチする。境界線を引けない人は、自分の今ちょっとしんどいな、嫌だなっていう気持ちを無意識にスルーしてしまいがち。でも体はいつでも正直です。誰かから誘われた瞬間にお腹がギュッとなる。仕事を頼まれた瞬間に肩がずっしり重くなる。特定の人と話してると頭痛がしたり、どっと疲れたりする。こういう体のサインは、あなたの心がもうエネルギーが限界だよって送っている SOS です。まずはこの小さな悲鳴を逃さないこと、それが自分を大切にするための本当に大事な第一歩です。ではステップ2、自分の OK と NG を言葉にしてみる。次に自分の心の状態を見える化してみましょう。紙やスマホのメモ帳に私の OK、NG リストを作ってみるんです。例えば OK なこと、週に1回のランチだったら楽しめる。仕事を1つだけなら気持ちよく手伝える。NG なこと、週に3回以上の飲み会はさすがにきつい。自分の仕事が終わってないのに残業を頼まれるのは無理。こんな風に書き出してみると、私ってこういう時に疲れるんだなって、自分の境界線が少しずつはっきりと見えてきますよ。ではステップ3、小さなノーから練習する。いきなり大きな頼み事を断るのはすごく勇気がいりますよね。だからまずは本当に小さなノーから練習してみましょう。例えば、ごめん、今日は自分の作業を優先する時間にしたいからまた誘ってくれると嬉しいな。その日はもう予定があるんだ、ごめんね。言い方はとことん優しくて大丈夫。大切なのは、ノーはあなたが嫌いだからというメッセージではなく、今の私は自分を守ることを優先しますという意思表示なんだと、自分自身が理解してあげることです。
では少し私の話をさせてください。昔の私は人から頼まれたことはスケジュールがパンパンでも引き受けてました。断ったら嫌われる、期待に応えなきゃっていつも必死でもその結果どうなったかっていうと、自分の時間もエネルギーも全部なくなって、一番やりたかったはずの音楽を作る時間が完全になくなってしまったんです。本来自分の成長のために使えるはずのお金も気づけば交際費でどんどん消えていって、その時はっきりと気づきました。私の夢や本当にやりたいことを守ってあげられるのは世界で私しかいないんだって。そこから少しずつノーを言う練習を始めました。最初は本当に怖かったです。でも不思議なことに、相手は私が想像してたほど怒ったりがっかりしたりはしなかったんですよね。むしろ、そっか了解、無理しないでね、また誘うねとか、あっさり受け入れてくれる人の方がずっと多かった。その経験を通して、ちゃんと自分の境界線を持つことこそが相手への誠実さにもつながるんだって心から思えるようになりました。では今回も今日のミニチャレンジというかミニワークをやっていきましょう。今日のチャレンジは先ほどお話した私の OK、NG リストを作ることです。紙でもスマホでも大丈夫なので、次の3つの項目で思いつくことを書き出してみてください。まず1つ目は、これをすると心地いいなと感じること。これはあなたの OK ゾーンにつながりますね。そして2つ目、これをすると無理してるな、疲れるなと感じること。これはあなたの NG ゾーン。そして3つ目、これはすぐに判断できない、迷っちゃうこと。グレーゾーンですね。自分の疲れパターンに気づくだけでも明日からの人間関係がぐっと楽になりますよ。境界線は相手を遠ざけるための冷たい壁ではありません。自分を大切にするからこそ、相手とも健やかに関われるようになるための温かい仕切りです。守ることはつながること。あなたの優しい境界線が明日から少しずつあなた自身の手で引けますように。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。繊細さんでも夢は叶う、ミクロミカでした。バイバイ。